佐々木さん、どうも。あ、こんにちは部長、ご来場ありがとうございます。この間ジムトフのブースに来たらマザックバッグくれるって言われたんで寄ってみたんだけど。あ、わかりました。じゃあ入場証をお借りします。失礼します。こちら環境に配慮したバッグで、はい、マザックは環境に意識した経営で取り組んでるんですよ。ありがとうありがとう。ブースって見られました？いや、まだ見てないよ。あ、そうですか。少しお時間あります？少しならいいかな。ありがとうございます。じゃあちょっとうちのメインステージの方から見に行きたいと思うんですけど。でもね、メインステージはさっきちょうどやってるのを見たから大丈夫だよ。わかりました。わかりました。じゃあうちのマザトロール DX コーナーからご案内したいと思いますので、こちらにどうぞ。部長、ちなみに昨日の夜のYouTube でマザトロール DX 見ていただけました？見たよ。ありがとうございます。マザックのマザトロール DX はデジタル見積もり、それからデジタル段取りで、それからですね簡単段取りの3つで誰でも簡単にワークの加工が自動でできる新しい生産方式なんですよ。でこれをですね来年の4月からクイックターンシリーズから展開していきまして、順次新しい機種に展開していきますんで、ぜひ期待してください。いや勉強になったよ。ありがとう。でもちょっと次は機械も見たいな。ありがとうございます。そしたらあちらに次世代環境対応のネオシリーズを展示してますんでご案内します。じゃあこちらにどうぞ。あれ、佐々木さん、このロボット何かな？部長、こちらはですね多品種少量の自動化の例です。でロボットがですね人の代わりに段取り替えをしてくれます。例えばこのロボットのハンドのチェンジ、それからそこに置いてある爪のチェンジ、それから第1工程と第2工程の付け替えのための反転台などですね、あと内径の計測だったり、人が指示したものを音声でですねロボットの方が、指示を聞いて、その指示通りに動くとかっていう展示の例になります。でこちら参考出品でして、お客様によって必要な機械のニーズって変わると思うんですよ。でこれをですねお客様に自動化のお声掛けいただければ、旋盤だろうがマシニングだろうが弊社の方で一式カスタマイズしてそれをご提案しますので、ぜひ案件があればお声掛けいただければ嬉しいです。なるほど、ありがとう。ありがとうございます。じゃあHCN の方見に行きましょう。こちらがですねHCN の5000のネオです。でこのネオシリーズなんですけど、こちらのちょっとパネルに書いてあります通り高生産、高精度、それから環境性能といった時代が求める3つの機能を持たせたシリーズになります。こちらですね2万回転の主軸で、今回ですねアルミをバリバリっと削るデモもありますんで、今ちょっと鉄の方のサイドなんですけども、こちらぜひ見れるんで。であと精度に関してなんですけれども横型マシニングセンターだとパレットの反転ボーリング精度っていうのが必要になってくると思うんですけど、こちら機械停止状態コールドスタートから20ミクロン以下に入るように作ってあるんで、そういった調整も行っています。あと環境対応ですと、こちらのこのマザトロールの方で制御しているのがありまして、今機械の電力っていうのをエナジーセーバーという消費電力が見えるような状態にしてますし、あとはですね削っている切り子の出方に応じてクーラントの出方を調整するような制御もこのマザトロールの方でできるようになっていますし、また切り子に関して言いますと自動化だとスラッジがすごい問題になってくると思うんですけど、スムースクーラントシステムっていうシステムで切り子の除去率 99% なんで、こちらもですねぜひ使いやすいシリーズになっているのでおすすめです。ちょっとじゃあ630株の HCN6800 見に行きましょう。こちらがですねHCN の6800です。でこちらはですね630角、ぜひどうぞご覧ください。630角のテーブルの横型マシニングセンターでして、今回こちらのサンプルワークにありますように
オービット加工とかですね、この辺でもそうなんですけども、そういったもののデモも行っています。ネオシリーズ関係でいうと、次5軸のバリアクシスi700 ネオというのがありますんで、そちらも見に行きましょう。こちらがですね、5軸のネオシリーズのバリアクシス i700 ネオになります。よければテーブルのサイズご覧ください。これくらいのサイズなんだね。そうなんですよ。今ちょうどこちらのデモワーク加工してまして、BT40 番のハイトルクでバリバリっと削ったりとか、シェーピング加工ちょっとしてたりするんで、どうぞこちらに。で削った後スムース OMM という計測ソフトを使って削った箇所を仕上げ前に計測して、それからですね補正を入れて削るっていうのが自動でできますんで、そうしていただければ高精度加工も可能になります。5軸機はサイズいろいろあるんですか？ありますあります。隣にもう一つ主軸 BT50 番クラスの展示ありますんで、よければこちらどうぞ。BT50 番クラスの主軸を持つバリアクシス i の800です。で最大ワーク重量が700キロのチルティングテーブルのタイプの5軸ですね。ちょっと中ご覧いただいて、こちらが機内ですね。で左側がマルチパレットプールと言われる自動化のためのパレットをストックしているもので、今回は12ストッカーをつけてます。もっと増やすこともできますんで。でこちら段取りステーションなんですけど、最大ワークでですねPhi730 の H500 ですね。で結構見ていただくといろんなジグ付きのものがつけれる自動化ができまして、本当多面加工もできますし、でワークの突き出し工具の突き出しですねはL415、結構415といったら長く突き出せるんですけど、すごいものによっては干渉が避けやすいので非常にお客様に喜ばれています。でこのサイズもあるんですけど、すぐ横には小型のサイズのものもありますんで、ぜひこちらもご案内します。こちらがですね非常に小さなサイズの5軸のマシニングセンターで、こちらがパレットストッカーになるんですけども、中覗いていただきまして、このタイプはですね32ストッカーとか40ストッカーをこれぐらいの小さなスペースで持てるものです。対象ワークは、こういう手のひらサイズのものですね。で結構ストッカー数が多いんで40パレットとかあるとすごい工具がたくさん5軸加工なんでいるんですけど、マガジンがですねこちらにドラム釣り式マガジンっていうところで最小のスペースで145本とか205本とかどんどんマガジンをですね伸ばしていくことができるんですよ。結構このマガジンもすごい小さなスペースでできるんで、本当に5軸で自動化するのがセットされた機械っていう感じです。でスケジュール運転なんですけども、こういった形でですねNC 装置の方でシステムでスケジュールが組めるようになっていますし、もしスケジュール組んだので足りない工具があればNC 装置の方で教えてくれるっていう風なんで、よければ機械の中の方もどうぞ。佐々木さん、これいいね。うちはハードル単関連の仕事もしてるから、結構こういう機械向いてるかもしれないね。本当ですか。ありがとうございます。半導体といえばうちのブースちょっと今回半導体コーナーっていうのを作ってまして、よければあちらのコーナーにご案内します。お願いするよ。ありがとうございます。こちらがですねインティグレックスの i の 450H ですね。このサンプルワークはこちらが完成品でして、真空ポンプのローターシャフト、三葉ローターというかを加工してます。実際、多分ご存知だと思うんですけど、こちら実際組み込まれたような、真空ポンプですね。でこちら複合加工機で工程集約して
加工すれば非常に便利ということで、お客さんからもかなり高評価いただいてます。こちらがですね、クイックターンの300で半導体関連のピッカピカのコーヒーのワークを加工してます。でこちらサンプルワークなんですけど、本当にピッカピカのワークですので、ぜひご覧ください。じゃあ次ちょっとFJV の方行きましょう。こちらですね、ちょっと少し大型のマシニングセンターなんですが、半導体関連のお客様によく売れているFJV の、6080の5フェイスです。でこちら普通のマシニングセンターだと上からの加工、上面加工だけになってしまうんですけど、こちらサンプルワークなんですけど、上面加工だけではなくてこのワークを段取り替えして側面加工するとかっていうのではなくて、この面も 4面もですね同時に加工できるように、今出ているユニットですね、こちらツールチェンジもできますんで、このユニットで同時に加工してしまうっていうところで、非常にパフォーマンスの高い機械になってます。いやー、佐々木さん、いいもの見せてもらったよ。いやー、もう十分ありがとう。最先端のもの見せてもらってありがとうね。いや、じゃあありがとうございます。最先端といえば本当にうちの今回最先端技術紹介っていうコーナーがありますんで、そこもう少しだけちょっと行きましょう。分かった。じゃあもう少しだけ。ありがとうございます。行きましょう。部長こちらなんですけど、ハイブリッド複合加工機っていうことで AM アディティブマニュファクチャリングっていう金属積層のコーナーです。これは切削加工みたいないわゆる除去加工じゃなくて、足してあげる付加加工の方でして、金属を持ってあげて必要なコーティングをしてあげるような感じですね。例えばこの焼き入れがいる部分だけ焼き入れをするのではなくて、加工したものに肉を持ってあげて、高度の高い金属を持った後で、その後1工程で加工するっていったものになります。でこちら今日はですね5軸のバリアクシスの J の600でワイヤーアーク溶接というので、これ刃採機のカッターの刃で刃が傷んだものを肉盛りをして修復して、で修復したものをもう一度5軸で角度をつけてきれいに仕上げてあげるということで刃のリペアをしているようなものですね。でこういった技術っていうのが結構世の中で求められてます。で一応溶接なんでガラスの方もこういったように目に悪い光を通さないような形になってますので、ちょっと見づらいですけど、どうぞ見てください。ありがとうございます。じゃあ次隣に摩擦攪拌接合 FSW のコーナーがありますので、そちら行きましょう。こちらがですね摩擦攪拌接合のFSW のコーナーです。半導体というとこちらのサンプルワークのように、電子ビーム溶接とか大体こうやったりするようなワークなんですけども、そちらは摩擦攪拌接合で接合していきます。で溶接と違うので母材同士をそのまま接合するようなタイプでございまして、こういったところですね、はめて肉を盛るわけじゃなくて母材同士をそのままつけていくっていうような形で、メリットとしては接合強度が非常に高いですし、あとはですね種類の違う例えばアルミと銅とかそういった母材もくっつけられますし、スピードも非常に高速でして、これからですねEV 関係とかそういった要はいわゆる自動車産業ですね、そういったところに量産で結構求められている技術でして、コンパクトに今回機械仕上げてますんで、ぜひご覧ください。いやー、佐々木さん、最先端の技術まで教えてくれてありがとう。ありがとうございます。いやー、でも結構歩いたからさ、ちょっと喉乾いてきちゃったな。喉乾きました。すぐそこに休憩スペースありますんで、ぜひそちらに行きましょう。いいねいいね、行こう。ありがとうございます。まさがち。そう
そうなんですね。いやーでも本当ザックブース綺麗で、本当すごいいいブースだねこれ。とってもありがとうございます。明るくてありがとうございます。デザインも頑張ってます。そうだね。ところで佐々木さん、あっちの角に見える大きな機械はなんだいあれ？あれですか。あれはファイバーレーザー加工機で6軸でパイプの替え先加工ができる専用の加工機なんですよ。日本でも非常に好評でして、CAD/CAM とセットで一緒にどんどん浸透していってます。いやー実はうちもね、ああいうパイプ加工の仕事が結構あってね、今協力会社さんにね結構やってもらってるんだよ。外注されてるんですか？結構な量あります？そうだね、毎月かなりの量を出してるね。そうなんですか。ちょっと機械スペースも大きいんで、今すぐどうこうっていう話ではないんですけど、よければ参考で見に行かれませんか？うん、行こう行こう、ぜひ見せよ。行きましょう。じゃあ行きましょう。こちらがですね、FG の400ネオでして、丸パイプだと400パイが最大で、角パイプだと300角が最大ワーク圏になってまして、長さに関してなんですけども、最大で国内だと搬送の関係があるんで12メーター。で海外だと最大で15メーターまでのパイプが加工できるパイプ専用のファイバーレーザーの加工機です。で加工をぜひ見てみてください。この、レーザー加工機はですね、カットだけじゃなくて後工程のタップを切る人のために人力でタップをやる必要がないように、最大でですねM16 までのタップが自動で切れるようになってます。でこのレーザー加工機はですね単なる材料切断だけじゃなくて、踏み付け工程を一部集約ができるようになってまして、ヘッドもですね斜めに傾いて解析が取れるようになっているんですね。ちょっとサンプルワークをご案内します。こういったようにですね通常この機械のカットじゃないとこういうふうに隙間が開くんですけど、こちらだと本当にバチバチっとはまったようなカットができるんで、こういったところで設計だったりでしっかりやるとお客様の構造物の合成に差が出てきます。いやー佐々木さん、本当にありがとう。もう十分だよ。他にも見たい機会があるし、今持ってないギア機械も見に行かないといけないからさ、ちょっともう他のブースに行くよ。ギアですか？ギアの加工で結構数たくさんあります？いや、数はねそんなに多くないんだけど、でもどうしても取引先から加工してほしいって言われてて、それで今数が多くないから、なんとか協力会社に頼んで対応してもらってるんだ。部長、それだったら悪いこと言わないんで、切削の機械で加工した後に一つの機械で一緒にギアまで切れる機械がありますので、それはオートギアという AG シリーズという機械なんですけど、それをやると自社で試作のギアができたりとか、多品種少量のギア加工ができるんでめちゃくちゃおすすめなんで、ぜひ行きましょう。じゃあ帰ろうとしてます？いや、こっちですよ。行きましょう。こちらがですね、インテグレックスの IN250H の AG でして、こちらベースがですね、もともと5軸加工の複合加工機なんですけども、この複合加工機の普通の切削加工の後にギアの加工ができまして、スカイビング加工、それからエンドミル加工、それからホブ加工で3種類のギアの加工が可能です。で削った後刃の精度が出てるかどうかってあると思うんですけど、そういったのも機械の中でタッチセンサーの高精度のものを使って計測できますんで、計測したデータはですね、こちらに刃筋とそれから刃型が出ます。で通常だと削った後ワークを計測下ろして、もう一回乗せてもう一回削るっていう感じになると思うんですけど、この機械だと削ってそのまま計測してでもう一回仕上げるっていうことができますんで、試作だったりだとか高精度な仕上げっていうのがそのままできるようなタイプの機械ですね。
今回ですね、それだけじゃなくて検索もできまして、この中にドレッシング検索のためのドレスができる機構も特別に参考出品でつけてますので、ぜひ見てください。i の 630V に付加したオードギアです。で見ていただくと、どうぞバリバリっと削ってますけど、こちら50番クラスの主軸でして、先ほど同様にですねスカイウィング、それからホブでエンドミル加工できます。でプログラムはですねギアの初弦が分かれば簡単に誰でも作れるようになってまして、今回のワークは見ていただいての通り外形にも内形にもギア加工をしてます。どうぞ。佐々木さん、ありがとう。ギアのところまで見せてもらってもう十分だよ。あとはもう普通のスタンダードな機体を見たいから、他のブースにちょっともう行かしてもらうね。部長、ダメですよ。ノー、まだマザックブースはスタンダードの機械まだまだありますんで、こっちのコーナーにいっぱいありますんで、どうぞ。マザガチ。こちらがですねスタンダードなマシニングセンターで、Y 軸のこのストロークが600あるVCN の600になります。中見てください。これいいね、佐々木さん。そうなんですよ。主軸が40番クラスなんですけども、12000回転で、ただハイトルクでバリバリっと削れるんで、すごいお客様に高評価なんです。で今回なんですけども、お客さんこういうバーッとバリバリ削ってますね。でこういう一般部品加工も当然できますし、なんか部長形状加工もされてるというふうに聞いたんですけども、同時にですね6万回転とか8万回転使うような形状加工というのも準備してまして、今回リフレクター削ってるんですけども、非常にですね1台の機械で粗加工から仕上げ加工までできるタイプでお客さんに好評なんですよ。なかなかこれいいね。部長、こっちです。ありがとうございます。こちらがですねバリアクシスの C の600っていうタイプになります。でこのバリアクシスシリーズなんですけど、通常ですねA 軸というタイプで作ってあるんですけど、この今の中は B 軸タイプで作ってまして、この向きだと機械が結構コンパクトに作れるんですね。でそれだけじゃなくてこの機械はですね非常に自動化がしやすい機械で、こちらのサイドを見ていただきますと、こちらMA というミルアシストというそうです、こちら自動化がしやすい機械なんですね。でこちらをつけていただくと、こういった四角材のワークですと上面だけじゃなくて、サイドを含めて5面加工します。で5面加工すると結構加工時間一個一個かかるんですけど、その加工時間がかかるものをいくつも並べて自動化できるんで、非常に長時間加工できます。であと長時間加工すると精度も非常に気になるところではあると思うんですけど、スムースセット&インスペクトっていうソフトウェアも使ってますんで、投入した時のその座標計測、それから削った後の仕上げ前の計測、それから補正入れて再加工ということができますんで、非常に高精度な無人化の加工ができます。なかなかいいね。ただこういう角物じゃなくて結構シャフトの加工もあるんだよね。部長、シャフトも加工されてたんですね。じゃあちょっとシャフト旋盤の方もスタンダードな機械見に行きましょう。こちらですねインテグレックスの i の 200HST ですね。S が、第2主軸、T が下刃物台になります。でこれがサンプルワークなんですけども、こういった複雑なシャフトワークを毎月何十本定期的に加工しなければいけないお客様っていうのはこちらの機械でですね1回部品ワークを載せたら最後まで全加工してしまうっていうので非常に工程集約できるので自動化に向いてるんですよ。で同時にですねこちらの部分なんですけど同時5軸加工もできますので、
こういったタービンみたいなものも加工できて非常に便利ですね。いやー、複合加工機もいいけどタレット型の旋盤がいいんだよね。ちょっとタレット型の旋盤が良かったんですね。どうぞ。こちらですね、覗いてください。8インチのタレットの複合旋盤でクイックターン 200MA というタイプです。今回ですね、多品種少量の自動化をするんですけど、多品種少量の自動化ってお客様ごとにカスタマイズが必要なんですね。でいろんなカスタマイズできるんですけども、こちら一つのカスタマイズ例としてこちらのシャフト加工をしてます。でこちらのロボットなんですけども、これかなり高精度な加工がいるシャフトでして、エアマイクロを使って実際に仕上げ前の加工寸法を計測することができます。で計測して工具も特殊工具使ってまして、ミクロン単位で調整ができる工具です。でこの工具を使って加工するとミクロンオーダーでシャフトワークの加工ができます。でこちらのガントリーロボットなんですけども、素材の供給はもちろん排出もできまして、で排出したものはですね、多分箱詰めがしたいっていうこちら例なんですけども、こちらのイージーローダーでこちらの箱に箱詰めもしてます。今回ですね、部長スプラインシャフトでスプライン加工されると思うんですけど、ホブ加工もですね、ホブができる奥にホブができるカッターがありまして、タレット旋盤なんですけども、今回そういったスプラインシャフトのホブ加工をしてますので、ぜひこれも見てください。いやー、佐々木さん、これいいね。ここまで自動化できると便利だね。ありがとうございます。ぜひワークの図面いただければこちらで検討できますんで。やっぱそういう意味でいくと旋盤の自動化だけじゃやっぱりダメなんだよね。マシニングセンターで加工するセット部品も結構あってね、そちらも数があるからやっぱり同じように自動化をやりたいんだよ。そうなんですか。部長、最後にめちゃくちゃ見てもらいたい機会がありまして、すぐ隣にありますんで、ぜひ来てください。でも行きましょう。部長、ちなみに部品サイズってどれぐらいですか？そうだね、ちょうどこのサンプルと同じぐらいかな。これぐらいですか？めっちゃいいです。これですね、Y 軸ストロークが460mm の VCN460 です。でこれにですね過半重量 10kg のイージーローダー20を組み合わせたもので、ちなみに部品の形状って異形ですか？四角だね。なるほど、四角ですね。バッチリです加工は結構バリバリっと削りますか？そうだね、結構削るね。いいですね。これですね、このサンプルを自動でバンバン削っていくもんでして、佐々木さん、求めてた機会がこれだよ。今ちょうど抱えてる仕事があってさ、ちょっとこれ真剣に検討しようと思うんだ。今度またうちの工場に打ち合わせに来てくれないかな。いいんですか？ぜひすぐ行かせていただきます。じゃあぜひ行かせていただきます。事前に図面いただければこちらで検討して提案させていただきますんで。分かった。じゃあ出張から帰ったら早速参考図面をちょっと送っていくよ。ありがとうございます。部長、じゃあ本当今日は長い時間ありがとうございました。すごい楽しんでいただけました？ありがとう。とっても参考になったよ。ちょっと疲れたけどねいや本当部長ありがとうございます。真剣に見ていただいてめちゃくちゃ嬉しいです。ぜひまた工場行かせていただきますんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうね。失礼します。ありがとうございます。